動画をご覧の皆さん、こんにちは。今回の動画は JGP 満喫台北2泊3日旅行と題しまして、今年の3月末で終わってしまった JAL の上位ステータス JGC プレミアムを最後まで満喫しようということで台北に行ってきました。旅のスタートは成田空港第2ターミナル、ファストトラックも専用レーンがありまして、スムーズにこちらのラウンジまでやってきました。そしてこの、JAL のファーストクラスラウンジもこれが最後となります。いやー悲しいですね。JGC プレミアというステータス、ダイヤモンドの時もありましたけれども、だいぶ何年間かこのステータス維持させてもらっていたので、もうこれが最後かなと思うと、ちょっと悲しくなりますけれどもですね。ここのファーストクラスラウンジは、ファーストクラスに登場した際も使えるラウンジですし、ちょっとね、また今度の機会を楽しみにしたいなと思っております。それでは4階に向かっていきます。4階がダイニングエリアがある、フロアになっておりますので、先にこちらに行った方がご飯が食べれるようになってます。入り口入って、左手からがぐるっと囲むようにダイニングエリアがあります。今ね、これ平日の朝9時ぐらいでしたので、もうガラガラでほとんどお客さんもいなくて、広々としたラウンジになっています。ワインですとかビールのコーナーと、隣にこちらがお寿司職人さんがお寿司を握ってくれています。で、こちらがシャンパンと赤ワインが置いてありました。こっちにはね、白ワインなんかが注げるワインクーラーっていうんですかね、が置いてありました。こんなね、おつまみなんかは自由に取れるようになっておりますし、こういったものもデニッシュとかね、朝なんてこういうのがありましたね。後ほどご紹介しますけれども、料理は、スマートフォンのモバイルオーダーから行えますので、この辺りあるのは飲み物と簡単なおつまみだけですね。お酒なんかもかなり種類が揃っていますし、紅茶もいっぱい種類があります。そして、ファーストクラスラウンジといえばのジョセフ・ペリエシャンパンですね。これは桜ラウンジはないので、ありがたくいただいていきます。ラウンジはこっちの奥の方が、ダイニングエリアと別でゆっくりと過ごせる大きい椅子があったりとかするエリアになっています。こっちの方もね、もう全然ガラガラで人がほとんどいないエリアです。ここにも窓があるエリアなんですけれども、ここにも飲み物が置いてあって、ここからも食事がオーダーすることができました。で、残念ながらですね、ファーストクラスラウンジからの景色あんまり良くなくて、飛行機がかなり遠くにあります。はい。では、シャンパンをいただいていきたいと思います。はい。桜ラウンジにはですね、このシャンパンはありませんので、もうありがたく味わっていただいております。はい。で、この日のお寿司はマグロの天身とサーモンと卵の3種類でしたので、天身とサーモンをそれぞれいただきました。シャンパンも2種類、ジョセフ・ペリエともう1種類がありますので飲み比べております。メインのね、お料理なんかもいろいろあった中でポークを選びました。相変わらずお皿がすごい大きいですね。で、もうマグロのお寿司が美味しかったんで、おかわりしてしまいました。いろいろね、他にもアラビアータとか、プラントベースのお寿司、だから植物由来のお寿司とかね、いろいろ種類があるんですけれども、もうお寿司もね、これで最後ですので、たくさんいただいておきました。4階から3階にエレベーター等で降りますとですね、このジャルズサロンというお酒とかお茶とかがですね、ちょっと4階にあるものと違うものが提供されているエリアがあって、もうここもね、ガラガラで、ちょっと落ち着いた雰囲気になっています。この成田の JAL のラウンジ、どこも窓がね、少なくて、こんな感じなんですけれども、逆に落ち着いたね、雰囲気になってます。メニューはこんなようなのが提供されておりまして、カウンターの方に声をかけると作ってくれます。ここでね、ビールなんかも置いてあります。で、山崎12年かな、ウイスキーをいただいております。ロックでね、いただいておりまして、ちゃんとチェイサーと一緒にもいただいています。美味しいですね。で、デザートですね、金つばがありまして、こちらもおすすめされたのでいただきました。これがめちゃくちゃ美味しかった。はい、話は変わりますが、この日実は私誕生日だったんですね。で、チェックインカウンターとか、このラウンジでもですね、おめでとうございますって声かけていただいてですね、もう本当にありがたかったです。ちょっと詳しくは伏せますけれどもですね、ちょっとサプライズもいただきてしまいました。
列でちょっとびっくりです。本当に感動しています。いやーすごい今日普通に好みに乗るだけなんですけどね、本当に感謝です。この後11時35分に、桃園空港行きの便に乗ろうと思ってます。はい、では最後に悔いがないようにマグロを食べて、このファーストクラスラウンジは終了です。本当によく食べました。合計で9貫も食べてしまいました。さて、まだ時間もありましたので、キャセイパシフィックラウンジにもちょっとだけ寄ってみたいと思います。生ビールの、機会がありましたので、そちらでビールをいただくことにしました。朝の時間ですので、朝食が、ビュッフェエリアに並んでおります。こちらでもね、十分に料理豊富にありますので、このキャセイラウンジに寄るっていうのもいいかなと思います。なぜならばね、景色も綺麗ですしね。ここも広々として空いてます。さて、間もなく搭乗時刻になりますので、61番ゲートに向かいます。なんとこの61番ゲート、さっきの JAL ファーストクラスラウンジの窓隣ですので、すごく近くて便利でした。搭乗するのは、JL8663 便、東京成田発台北桃園空港着の便になります。タラップに渡って乗り込んでいきたいと思います。どうもですね、この JL8663 便は臨時便だそうで、時々にしか運行してないみたいなんですけれども、もうゴールデンウィークまでやるって、この間発表がありました。機材は B767-300。ボーイングの機材です。こちらがビジネスクラス。今回私が座りましたのが 45K の非常口座席です。こんな広々とした座席を取らせてもらいました。足もこんな伸ばせます。この日は成田空港もよく晴れておりまして、無事帝国通り台北に向けて機材は出発となりました。機内もなかなかですね、普通席含めて非常に混んでおりましたので、台湾の方なのか日本人が行くのかっていうのが混ざってる状況でしたけれども、機材手振って見送ってもらって出発となります。荷物やハイヒールでスライドがではここで航空券費用をご紹介します。今回は JAL 日本航空成田桃園間の往復で 58,970 円ということで、最近の航空券が上がっている状況からしたら安いチケットでした。24年3月のチケットですけれども、23年11月ぐらいなので、だいたい 4,5 ヶ月前ぐらいに買ったタイムセール中のチケットでした。これぐらいの金額だったらね、台湾も気軽に行けていいかなという感じがしますが、台湾にはもう一つ松山空港っていう市内の空港がありまして、羽田から行く方はそっちの方が便利かなと思います。はい、では機内で、おしぼりをもらいました。なぜかビジネスクラスのおしぼりをもらってしまったんですけど、これなんでだったんですかね。飛んで埼玉やってたのでちょっと見ております。今回は機内食をスキップしまして、飲み物だけいただいておりました。なので飲み物とあられのミックスだけもらっております。飲み物をちょっと変えてビールなんかも飲んでおります。東京から台北まではだいたい4時間ぐらいのフライトですので、こんな風にね、飲み物飲んでちょっと映画なんか見てたらあっという間でした。で、特にですね、もう飛んで埼玉2がめちゃくちゃ面白くてですね、もうずっと一人で笑いこらえてながら見ておりましたら、もうあっという間に桃園空港に着いてしまいました。はい、で、ほぼ定時通りに台北桃園国際空港に到着です。さてですね、今回私、台湾に泊まるときに、この楽天トラベルのキャンペーンを使いました。このキャンペーン自体はもう終わっているんですけれども、なんと5000元分が無料になるクーポンが抽選でもらえるということで、この抽選、もう事前に結果がわかるんですけれども、なんと当選したとメールが来まして、こちらのブースの近くで、バウチャーに交換してもらいました。さっきのページは5000元で2万円ぐらいって書いてあったんですけど、この当時レートがまたさらに円安化していて2万5000円分ぐらいタダになったので、ほぼこれからご紹介するホテルタダで泊まったことになります。はい、では桃園空港から市内へこちらの MRT を使って移動してみたいと思います。空港特急みたいなものですね。
だいたい小1時間くらいで、台北駅中心地まで行くことができる急行になります。で日本円で800円ぐらいですね。こんなような感じで座席指定とかはないので、自由に空いてる席にこう座っていくというものになります。ちょっと優先席もね多いんでね、気をつけないといけないんですが、ちょっとここがたまたま広いところが空いてたのでこちらに座ることにしました。電車の窓からはこんなような台北の、景色を眺めながら進んでいきます。ではこちらの空港特急から台北駅に着いて地下鉄に乗り換えてホテルに向かいます。今回泊まったホテルは2泊シングルルームで5053元、約日本円で2万4000円ぐらいのお部屋ですが、先ほどのクーポンのおかげで5000元分が無料になっております。で、泊まったお部屋がこのシングルルームなんですけども、ちょっと狭いお部屋です。で、窓もありません。で、すぐ左が水回りになっていて、右側がシャワー、左側が洗面台とトイレになっていて、ウォシュレットがあるのがね、いいんですけど、かなり簡素なタイプのホテルで、2泊で2万4000円かという感じでした。ホテルで少し休んだ後、近くの夜市に出かけてみて夕飯をと思っていたんですが、この初日ラウンジと飛行機で食べ飲みすぎまして、もうすぐに寝てしまいました。はい、ではよく寝れましてですね、2日目の朝です。ホテルから歩いて10分内ぐらいのところにあるこのタンバオハンというお店、Google マップで口コミ評価も良かったのでちょっと来てみました。はい、今小籠包買いました。小籠包とスーラータンで165台湾ドルなので600いくらぐらいですかね。なんか全然昔来てた台湾のイメージと全然違う金額なので、やっぱり円安が低いのかな。はい、前回来てたのがねコロナ前っていうこともあるので、少しこの円安の影響も大きかったですが、これお茶なんかはね35元ぐらいで200円ぐらいですので、こういうのは安く美味しく飲めるなという印象です。で朝まだ早かったので、少し場所を移動しまして、こちらのお店でチーマーメンという、ごまだれがこうついた、ラーメンがここもそれも200円ぐらいでしたので、ちょっと雰囲気あるねお店ですけどもいただきました。この下にごまだれが入ってるので、下からよく混ぜて食べます。で大体台湾のお店には辛い調味料も置いてあるので、それも混ぜて食べます。これもねローカルフードって感じで美味しかったです。さてこの中港復興駅というところに移動してきたんですけれども、ここに何があるかというとですね、ここにそごうがあるんですよ。で、そごうの今見えますか、このからくり時計、もう日本のそごうからはなくなっちゃったんですが、なんと台北にまだありまして、ちょっとこれ懐かしいなと思って見に来ました。はい、からくり時計も見終わりまして、地下鉄で台北市内を移動します。今回3回目の台湾旅行、やっと気づいたお茶の美味しさということで、こういうアイスティーをですね、よく買っては飲んでいました。で、ここでドリンクホルダーを持ってる人がこういうのです。こういうのがいいなと思っていろいろ探してたんですけど、どこのお店にも見つからなくて、夜ですね、このシーメンっていう、日本でいう原宿みたいなところに、来たんですね。そしたら売ってたんです。やっと見つけました。そして1個なんと100元から200円ぐらいってことですね。結構高くて、その中でもですね、さっきお見せした緑色のやつを手に入れたという格好です。で、シーメンに来たのはですね、こちらが実は目的で、このヒテンマーラー火鍋店っていう、一人でも火鍋が食べれるお店ってことで、これも Google マップの口コミを見てやってきました。メニューはね、こんな感じで、この一番人気のスパイシーマーラー火鍋を注文しました。でもこの野菜が丸々1セットデフォルトでついてきます。これ全然食べきれない。火鍋持ってきてくれたのはこんな感じで、タレも取れるコーナーがあるのと、麺とかご飯とかも選べるので、そういったのを選びました。で、お肉はこちらですね。で、これで一人で煮込んで食べていくというような火鍋のスタイルになってます。期待通りの激辛でですね、すごく美味しくいただいております。ビールなんかもね、ぐいぐいと飲んでおります。美味しくてビール2杯も飲んじゃいました。そんなこんなで2日目の台湾の台北の夜も終わりで、シーメン街をちょっと散策しております。はい、では旅行の続きは今度の後半動画でご紹介します。ご視聴ありがとうございました。